この杉葉だらけの心拍、こうなっちゃった木、どうされてますか？杉葉が出た心拍の対処の仕方の教えはいろいろあって、一つはもう絶対に触っちゃダメだというのもあれば、ある程度は軽い目つみぐらいはしといた方がいいんじゃないかっていう、話も聞きますね。培養面では、とにかく肥料はあげないで水だけで、培養して日当たりのいいところに置くと、そういう感じで私も習いました。この木は知り合いからいただいて3年ぐらい前か、いただいた時からもうほぼこの状態、スギッパばっかで、最近ちょっと枝先の方から紐状の紐葉に戻ってきてるんですけど、だから基本放置してたんですが、もうそんなに早く杉葉が治るっていう感じでもなかった、ですね。そもそもこの心拍、分類学上はヒノキ科の植物なんですけど、遺伝子的な分類上では割と後発に派生した植物で、そこからヒノキ科のグループになった時に黒部とかアスナロとか、ヒノキもそうですけどサワラですとか、そういうものが派生して、でその後に、白針と、根津ですねが出てきたということに言うらしいです。基本は紐でも何かあった時に杉っ葉になるっていうのもあれば、同じ白針の仲間のこのソナレですけど、基本は、杉葉からちょっと落ち着いてくると部分的に紐に戻るっていうのも、こういう現象になるものもあって、この辺はよく詳しくないんですが、いろいろあるんだなという感じです。今日はこのこいつですね。これもうちょっと放置してたけど、そんなにいいことなかったんで、少し手入れしようかなと思います。一回杉葉になったものは、紐に戻ることはありません。杉葉に、ここも昔杉葉だったところ、古い枝で今年伸びた枝も杉葉になってて、で先端の今年から先端のところちょっと紐っぽいのに、戻りつつありますけど、この部分がこの今杉っ葉になってるところが紐に戻るってことはなくて、やっと紐葉に戻ったなって思った時には結構間延びしてて、まだちょっと一から作り直さんといけんくなっちゃうんで、できるだけ早い段階で紐に戻したいんですよね。この木はどうしようかな。ちょっととりあえずこの中の杉っ葉からこう掃除、これは見た目の問題ですけど掃除してきれいにしていきます。これが古くなってくるとこうポロポロ落ちて、これが幹になるんですよね。あんまり根の状態良くなさそうだなとは思ってたんですけど、はい、もうどうなっておるんだ。よいしょ。そんなに走ってる根とかはなさそうですね。よいしょ。でもちょっと土が黒くなってて、あんまりちょっと酸性になってるっぽい感じはありますね。草白類はあんまり根洗いとかしないみたいなんですけど、心拍のこの根の性質からすると土がちょっと古土がやばい状態になっとったらあれですね、根洗いしても、平気みたいで、逆にその方が生育良くなったりするらしいんで、根腐れとかしてたら根洗いしちゃった方がいいと思います。あんまりね成長してないっぽいですよね。そういうのも杉葉が治らない原因なのかもしれません。ほとんどね切らずに、もう同じ鉢でいいやっていうことで、これにここから新しい用土で植え付けておきます。ちょっと立てとこうかな。枝上向いた方が元気つくんで立てときます。針金長いな。何やってんだ。よし、来ました。枝、この辺軽く抜いておきました。枝数が多いとやっぱりその分樹勢が分散しちゃって先端の方に力がいかなくなっちゃうので、
不要なものは減らすと。下向きでひょろひょろ弱いやつなんか枝にならないので、それを減らしたり、ここからはたくさんスギッパみたいなのがいっぱい吹いてたんで、先端ここの紐に戻りつつあるやつだけ一つだけ残したりとか、また切りすぎると今度は逆にスギ葉ばっかりになっちゃうので、適度に減らすということです。この辺からもじゃもじゃと出てくるんですけど、そのうち紐葉が出てくるんで、それは大事にして、どんどん出てくるこういうスギッパ取れるやつは残しておくより取っちゃった方が結構いい結果につながることがあるんで、私はそうしています。そして先端の方元気があるやつは順次紐に戻っていくんですけど、ここの紐に戻ったところ、こういうところなんかは目摘みできます。ハサミ使ったりとかして目摘みできます。ここから先は紐端しか出てこないんで、安心して軽く目摘みできます。一番強いここ長目摘めば脇芽の方にも力がついてきますので、そしたらそこがまた紐になっていく感じです。基本的にスギ葉になったら肥料はあげないで、水と、たっぷりの太陽で培養しておくというのは私も教えられていて、実際そうかなと思います。あげても、本当に少し葉水とか液肥とかあげると、心拍灰色が良くなっていいんですけど、こういう状態のものに例えば液肥あげちゃうと勢いつきすぎてまたスギッパになっちゃうとか、そういうことあるので、基本的には水と、たっぷりの日差しで育ててあげるというのが、紐葉復活の、道なんじゃないかなと思ってます。もし、自分はこうしてるよっていう経験談がありましたら教えてください。